皆さんこんにちは、あおいです。はーい、今日はじゃじゃーん、たくさん質問をいただいていたメイクブラシを紹介していきたいと思います。はい、ということで紹介していきたいと思います。で、前からすごく筆について質問があったんですけど、ちょくちょく動画内でこの筆はこれですよみたいな風に答えてはいたんですけど、一つの動画として紹介はしたことがなかったので、今日は私の筆のスタメンと私の筆の選び方というかお気に入りポイントとかを紹介していこうと思います。で、筆はですね、結構意外と持ってました。今全部でこんな感じです。今持ってきてるのが。で、ほんでほとんど全く使ってないやつとかはもうお家に置いてきたんですけど、こういう感じで持っています。けどこんだけたくさんあるんですけど、使い分けをするかと言われると正直、使いやすいやつを何回も使っちゃうっていう感じです。はい。あとメイクさんじゃないので、メイクさんみたいに筆についてはそんなに詳しくないので自己流なんですが、見ていただけると嬉しいです。で、この紹介をする時に汚れてたらっていうかメイクの、色がついてたらあれかなと思ってちゃんとメイクブラシを洗ってきました。なので色味は今回こんな感じで真っ白です。じゃあ1番と言っていいほど今までたくさん聞かれたことがあるブラシから紹介していきます。じゃじゃん、これです。見覚えがあるのではないでしょうか。私のメイク動画だと必ず出ているこのピンクの筆、これほんまに海外の免税で買ったからブランドが分からへんくって、しかもブランドを知って買ったわけじゃないから全然なかなか答えられてなかったんですけど、ここにうっすら書いてある文字を調べました。そしたらですね、リアルテクニクスっていうブランドみたいで、私ここの後ろにチークブラシって書いてあって、リアルテクニクスチークブラシっていうとこれが出てきました。で、このリアルテクニクスの種類がオレンジのここの持ち手部分がオレンジのやつがあったりとか、いろんな色があるので、私と同じ種類が良ければピンク色のやつを目印に探してみてください。で、これの何がいいのっていうと、まずこんな感じで斜めカットになってるんですよね。全部同じ均一のチークブラシとかよりは肌に密着するというか、その頬の部分でちょっと出てるじゃないですか。そこにフィットするのですごく塗りやすいです。あとふわっとしすぎてない、いい意味でふわっとしすぎてると私パウダーが飛んでいってる感じがするというか、密着してほしいので、その前もこの斜めカット、これなんですけど、前使っとったやつ、これね、多分ね100均のちょっと高いやつ、筆が気持ちくて意外と、とりあえずチークブラシ今ないわと思って買ったらすごく良かって使ってたやつなんですけど、これも斜めカットです。やっぱそういうタイプが好きみたいです。なのでチークブラシはそういうものを基準にして選んでます。このブラシを買えば分かります。はい、私が言いたいことがちょっと言葉で伝えるのは難しいんですけど、本当に塗りやすくてお気に入りです。次、じゃじゃん。はい、アディクションの眉ブラシです。こんな感じで、普通の一般的なやつと比べると、こっちが一般的だとすると、ほら見てください、こんな感じで大きさがもう3倍ぐらいですね。で、ちょっと太さも違います。で、このアディクションの眉ブラシは広いので平行に描く時とかすごく描きやすいです。こういう感じで当てると範囲が広いのでスーッとまっすぐ引けます。で、これは私のスタイルブックとかをメイクしてくださったあさみさんっていうメイクさんがいるんですけど、その方が使っていて、すごく描きやすそうだったプラス、そのメイクの前の仕上がりがすごく好きで真似して買ったものです。でも本当に自分でもうまく描けるくらいお気に入りです。で、これはどっちかっていうとさっきのとはまた違って固めの筆です。なので眉のパウダーをのせる時とかすごく描きやすいので、ゴシゴシな感じで描いてます。これは前から紹介してるので、もう真似してくださって買ってくださってる方とかがいて、コメントとかメッセージとかですごく眉がうまく描けるようになりましたっていう声をたくさんいただく筆なので、眉が苦手な方はぜひこの筆で描いてみたら
すごくうまく描けると思います。はい、次はですね、あとはもうフェイスブラシとハイライトブラシとアイシャドウなんですけど、先にアイシャドウを紹介していきます。アイシャドウが一番持ってますね。こんな感じでアイシャドウブラシがあります。で、私はこうアイシャドウブラシは広くて平べったい筆よりもある程度の柔らかさがあって、少し塗る部分がちっちゃめ、こういう感じのタイプのアイシャドウブラシが好きです。一番動画で使ってるのは多分この2本が使ってることが多いと思うんですけど、これは松清で買ったんですよ。で、アイシャドウブラシを忘れた時があって、やばいと思って、とりあえず撮影があるからっていうので急遽買ったのがこれだったんですけど、透明の持ち運び用の袋もついているタイプで、とりあえずやからええわと思って買ったんですよ。そしたらめっちゃ使いやすくて、そこからずっと使ってるっていう筆です。若干の大小があって、この2本にもこの若干こっちがちっちゃめでこっちが大きめっていう感じです。なので私はこっちをアイホール全体に塗るときに使ってて、こっちのちっちゃい方を二重幅とか涙袋とかを塗るときに塗りやすくて使ってます。で、なんかブランドが全く書いてなくて分からへんくって、だから松清とか薬局系に多分売ってるやつやから行ってみて、透明ポーチがついててこういう筆2本セットになってたら同じやつやと思うので、よく見てこのあれを覚えて行ってみてください。で、これ今紹介した2本はどちらかというと少し柔らかめなので、普通のアイシャドウとかがおすすめです。だけどちょっとキラキラなアイシャドウとかだとやっぱ硬い方がうまくここの涙袋だったりとか塗りやすいので、そういう時はこの筆を使ってます。こっちの方が分厚くなくてちょっと薄めで筆の質感が硬いです。そうするとこういうところとかにはキラキラがつきやすいので、そういうところで使い分けてます。で、硬めだともう一つこの6プラスがあるんですけど、こっちのシルバーの方はごめんなさい、ほんまにどこで買ったか思い出されへんくって、どこなんやろうと思って、で使いやすかったからもう一本欲しいんやけど、自分自身もどこで買ったか思い出せずちょっとごめんなさいって感じなんですけど、お気に入りです。はい、次、一応持ってるものでこう平べったさとかふわっとさがしっかりしてるタイプはこんな感じの筆です。この上の方は多分ね、なんかノーズシャドウとかこうやって塗るやつなんですけど、私はふわっとさせたい時、アイシャドウをふわっとさせたい時はこっちの筆を使っちゃってます。これは6プラスです。で、こっちはこんな感じで、こっちはアイライナーブラシがついてるんですけど、こんな感じですね。これはベアミネラルです。はい、お次はハイライトブラシです。ハイライトはこんな感じです。こっちの白いタイプの方がディオールです。はい、こんな感じでディオールです。で、こっちが6プラスですね。こんな感じです。で、チークブラシと違って、もう少し柔らかいタイプの筆を使ってます。で、ハイライトの方が塗る範囲がここだけとか C ゾーンとか T ゾーンなので、そんなに幅も広くなくていいですし、なんやろ、面積があんまりないから柔らかく毛先だけを使ったりとかしていつも塗ってます。はい、なので特にこだわりは、塗りやすければいいかなっていう感じですね。特にめちゃくちゃのこだわりはありません。でですね、今すごく大事なことを思い出しまして、前のハイライト紹介の時に使っていたブラシがベアミネラルの、ブラシなんですけど、すごく使いやすくてフェイスブラシとしても使えるしハイライトブラシとしても使えるすごくいい優秀なやつなんですけど、それをちょっと別の方にお貸ししていて、今日持ってくるのを忘れてしまったので今こちらの方に出しておきます。ここら辺に。はい、これもすごく使いやすくてふわっとした筆です。だけどちょっとなんていうの、こう他のフェイスブラシとかとは違ってちょっとこういう形になっているので、この先端の部分を私はハイライトとしてすごく塗りやすい感じだったので、ハイライトとしても使ったり、全体的にふわっと塗りたいなっていう時は逆にここのこの側面部分を使って塗ってます。毛の当たった感じがチクチクとかしたりしないので使いやすくて最近ずっと使ってます。はい、なのでよかったらそちらは参考にしてみてください。はい、で、あとはフェイスブラシですかね。フェイスブラシとファンデーションブラシがあった。とりあえずフェイスブラシを紹介します。フ
最近のフェイスブラシのお気に入りは一つ前のベアミネラルか、このめちゃくちゃふわっとしてるやつ。これは6プラスの筆ですね。でこれはもうめちゃくちゃ気持ちいいです。もうこうやってやるだけでめっちゃ気持ちよくて、でフェイスブラシは逆にこう粉っぽさがぶわってつくよりかはもうさっ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 さーってほんと塗りたいので、こういう大きくって柔らかい筆、ふわふわな筆がおすすめです。はい、この6プラスはすごく塗りやすいです。なのでベアがこれを使ってます。特にふわふわでこう肌にチクチクしなければ何でも OK っていうこだわりですね。最後はファンデーションブラシを紹介していきたいと思います。でファンデーションブラシは実は私4本持っておりまして、この6プラス、こちらが6プラスです。でこちらがベアミネラルです。でこちらがボビーブラウンです。でこちらがディオールです。はい、で一番使うのどれと言われればこちらのもうボビーブラウンですね。はい、もうこのボビーのやつがすごくファンデーションを密着しやすくて塗りやすいのでこれを使ってます。でもなんか逆にこう筆を使ってファンデーションを塗るっていうことがボビー以外はあんまりないので、この3つはあんまり使ってません。はい、ファンデーションは逆にファンデーションごとにこうパフというか、そういうジェルタイプベアだったらシリコンがあるし、あとはスポンジがあったりとかするので、基本的に筆を使うのはボビーブラウンだけですってな感じでですかね。あとこうシェーディングみたいなことはあまりしないんですけど、使うとしたらこういう6プラスとかのやつが多いです。はい、そんな感じですかね。あとはいろいろいただいたりとか自分で買ってみたりしたもので、使いやすいものを使いやすい部分に使い分けているっていう感じです。一応フェイスブラシはフェイスブラシとして売っていたりとか、チークブラシはチークブラシとして売ってるとは思うんですけど、実際使い心地がすごく良ければ自分の好きな場所に使ってもいいんじゃないかなって思ってます。はい、ということで、私の筆はこんな感じでした。特にこのブランドじゃないといけないっていうこだわりはありません。使いやすさが一番大事だとは思います。なので、チークブラシって言っててもハイライトに使ったりとか、フェイスブラシって言っててもチークに使ったりとか、自分で使いやすいように、分けて使ったらいいんじゃないかなって思ってます。はい、で6プラスは1回1セット丸々いただいたことがあって持ってるんですけど、部位ごとによって全然私は好きなものを使っちゃってますね。もう眉とかは逆にアディクションの筆じゃないとすごくうまくいかなかったりとか、そういう使いやすさはねあると思うので、自分に使いやすいものを一番見つけるのがね大切だと思います。はい、でこのリアルテクニクスが日本で買えると知って、ネットですけど嬉しいなと思ったので、他の筆とかも良さそうなものがあればポチッとして、またそれが届いたら、シェアしたいと思います。はい、逆にねこの筆めちゃくちゃ使いやすくておすすめですっていうのがあればぜひコメントお待ちしております。はい、ということで私の筆は以上でした。参考にしてもらえれば嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。